もうあれです。今回は昨年末にご協力お願いしたアンケートのみんなが選ぶアスファルトレジェンドユナイト最強ランキングトップ3ということでいただいた回答をランキング形式で発表したいなって思います。発表の前に年末のお忙しい中アンケートにご協力いただいて皆様本当にありがとうございました。1位はね、俺も予想外の結果となったので、一体どの車が選ばれたのか、ご自身の投票した車は何だったのか、ぜひ最後までご覧ください。いただいた投票数は53票で、そのうち得票数1票の車が23台、得票数2票の車が3台あったので、得票数3票以上の車がランクインという結果になりました。ということで、早速3位から発表していきたいなと思います。第3位の得票数は4票で、なんと同率3位が2台という結果になったので、順に発表していきます。1台目はケーニングセルジェスコで投票してくれた方がこの車を選んだ理由がこちらになります。高速が速い、加速が速い、ニトロ燃費がいい、ハンドリングがいい、性能のバランスがいい、見た目がかっこいい、性能値以上のポテンシャル。初期の DS から登場してもう5年くらい経つのに未だに全線で戦えているということでした。テスコに関しては俺も無料でお試しで何回か乗ったんですけど、その時もでも結構扱いやすい高速車両だったので、これは乗ってっちゃうんじゃないかなと。2台目はデビル16で投票してくれた方がこの車を選んでいる理由がこちらになります。最高速が速い、ハンドリングがいい、見た目がかっこいい、エリート S の最速マシンだからということでした。デビルに関しては俺本当にね、1位になるんじゃないかなと思ってたんですけど、弱体化されたっていうことを完全に忘れてたんで、それを踏まえたりしてこの順位は無駄なのかなと思います。ということで、以上2台が4票獲得しての同率3位となりました。続いて3位とわずか1票差の得票数5票で2位となったのは、ケーネリセが武装ルートで投票してくれた方がこの車を選んだ理由がこちらになります。最高速が速い、加速が速い、見た目がかっこいい、その値以上のポテンシャル、直取りで加速する謎仕様で壁走りと相性抜群。補正が弱くても最高速が高すぎて 400km でコーナー処理できたりする。壁走りと直取りでの加速。最高速が600速だし、十分加速も数値高いし、直取り加速があるからいい。ハンドリングに関しては補正強いし、しかも前輪も多く。トロに関してはコーナー脱出はそもそも減速しないからそこまで必要じゃない。空中加速は回ったりうまくやれば、切れないっていうのとそもそも地上の速度が高いからあまり加速しなくても600キロに到達するし、十分ということでした。ソリュートに関してはスイッチがナイトになった後にシンジケートで乗ったんですけど、その時ナイトに全く慣れてなかった俺でも結構扱いやすかったので、これもゼスコとは同じにはなるんですけど、初心者さんでもね、扱いやすい高速車両なのかなと思いますね。栄えある第1位を発表する前に、今回惜しくもランク外となってしまった車たちを順不動でお伝えしていきます。まずは得票数2位で惜しくも4位となってしまった車3台のご紹介です。1台目は DSD テンスで投票してくれた方がこの車を選んだ理由がこちらになります。加速が速い、ニトロ燃費がいい、ハンドリングがいい、性能のバランスがいい、見た目がかっこいい、入手が簡単、性能値以上のポテンシャル。それがなく、最高速を除いて、性能が高水準で、強化費用もあまりかからなくて、誰でも扱えて中盤以降でも、ウィークリーコンペティションでも10位10%を楽に取れる最強のマシンということです。DS に関しては本当に俺が初心者の頃からマルチの最初の方すごいやってたので、これに関しては俺も D クラスの中では最強なんじゃないかなと。続いて2台目はバンドで投票してくれた方がこの車を選んだ理由がこちらになります。加速が速い、ニトロ燃費がいい、ハンドリングがいい、性能のバランスがいい、性能値以上のポテンシャル、外役ということでした。これに関しては A 級の時、918とバンダで第一になった時に、俺もめちゃくちゃうまく処理できたのもあるとは思うんですけど、バンダに後ろせっつかれてた感じなんで、あれ最高速高いのになんでだろうなって思ったんですけど、コーナーとハンドリング性能と加速、コーナーの立ち上がりの加速とかがすごい強かったんかなって僕は思います。最後3台目はパガニーモラで投票してくれた方がこの車を選んだ理由がこちらになります。最高速が速い、ニトロ燃費がいい、ハンドリングがいい、見た目がかっこいい、補正でかなり曲がってくれる、特殊なドリフトをするってことでした。イモラに関しては無料でお試しでなんかイベントで乗ったんですけど、その時にね、コーナーの時にドリフトすごい後ろが浮いたり前が浮いたりしてすごい挙動になってたんで、これに関してはまあ特殊なドリフトっていうのがね、僕は一番納得するなって思いました。でも全然強かったんで、バカにイモラは強いですね。以上3台が2票を獲得して同率4位で惜しくもランクインとはなりませんでした。続いて得票数1票だった23台の車を紹介していきます。1台目がアルティマ RS で、選んだ理由はニトロ燃費がいい、ハンドリングがいい、性能のバランスがいい、見た目がかっこいいということでした。2台目はランボルギーニアステリオンで、選んだ理由は最高速が速い、速が速い、ニトロ燃費がいい、性能のバランスがいい、見た目がかっこいい、入手が簡単っていうことでした。3台目が GTR で、選んだ理由は頑張ればジェスコに勝てるからということでした。4台目はフォード GT で選んだ理由は最高速が速い、見た目がかっこいい、入手が簡単っていうことでした。5台目がブガッティジノンで、選んだ理由は最高速が速い、見た目がかっこいいということでした。6台目がトヨタラで、選んだ理由は最高速が速い、速が速い、見た目がかっこいい、性能値以上のポテンシャルということでした。7台目はマクラーレン F1 の LM で、選んだ理由は最高速が
が速い。ハンドリングがいい。性能のバランスがいい。B クラスでありながらニトロ込みで 392km という最高速がありながらニトロ燃費も良く、それに加えてドリフト補正もついているので、A クラスのハイエンドにも張り合える力を持っているということです。8代目はトリオネメシスで選んだ理由は最高速が速い。ハンドリングがいい。入手が簡単ということでした。9代目は CC850 で選んだ理由は性能のバランスがいい。見た目がかっこいい。入手が簡単。アンケート実施時にシンジケートで入手できたからということでした。10代目は裏カエボで選んだ理由は加速が速い。ニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいい。見た目がかっこいい。入手が簡単。性能値以上のポテンシャルということでした。11代目はライカンネオンエディションで選んだ理由はニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいいということでした。12代目がプジョーニキスで選んだ理由は最高速が速い。加速が速い。ハンドリングがいいということでした。13代目が全デビルということで選んだ理由は最高速が速いということでした。14代目は NSX で選んだ理由はニトロ燃費がいい。性能のバランスがいい。見た目がかっこいい。入手が簡単ということでした。15代目がグラスコで選んだ理由は最高速が速い。速が速い。ニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいい。見た目がかっこいいということでした。16代目はチタニウムで選んだ理由は最高速が速い。ハンドリングがいい。見た目がかっこいいということでした。17代目がセナで選んだ理由はニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいい。見た目がかっこいい。入手が簡単で設計図枚数が少ないのと低速コーナーでの速度が異次元ということでした。18代目はフェニアスーパースポーツで選んだ理由は最高速が速い。性能のバランスがいい。見た目がかっこいい。入手が簡単ということでした。19代目はカレラ GT で選んだ理由は加速が速い。ニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいいということでした。20代目はスイート H2 スピードで選んだ理由は加速が速い。ニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいい。見た目がかっこいい。入手が簡単。性能値以上のポテンシャルということでした。21代目はアストンマーティンのバンテージで選んだ理由は加速が速い。ニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいい。グラフより最高速が高いということでした。22代目はランボルギーニシアン FKP で選んだ理由は加速が速い。ニトロ燃費がいい。ハンドリングがいい。性能のバランスがいいということでした。最後23代目がポルシェ918スパイダーです。これに関しては誰が選んだか皆さんお分かりだと思いますけど、はい、これです。俺が選んだ理由としては加速が速い。ニトロ燃費がいい。性能のバランスがいい。見た目がかっこいいということで選んだんですけど、今日の23台は得票数1票ということで残念ながら今回はランク外となってしまいました。でもね、選んだ理由にも書いてくれてるように、どの車にも独自の強さがあってそれぞれ素晴らしいと思うし、最強と言ってもね、マジで遜色ないかなって思います。それでは皆さん大変お待たせしました。いよいよ栄えある第1位の最強の車を発表していきます。得票数11票を獲得し、ダントツで初代最強の座に輝いたのは、LG ベノム F5 でした。はい。ということで、投票してくれたみんながこの車を選んだ理由がこちらになります。最高速が速い。加速が速い。ハンドリングがいい。見た目がかっこいい。性能のバランスがいい。性能値以上のポテンシャル。レベル未満、ジェスコ以上みたいな感じで使いやすい。レベルやアウソリュートに最高速では負けているが、2台とも補正はあるが、前輪の浮く時間がベノムよりも圧倒的に短いから。EA では強いが、癖が強すぎるので、全体的なバランスで言えばベノムが圧倒的だと思う。レベルが修正されたせいで、活躍できる場が増えて、アブソリュートより扱いが簡単でよし、どのコースでも安定して最強レベルのタイムが出るということでした。ベノムに関しては俺2位か3位に来るんじゃないかなって思ってたんですけど、本当にレベルが1位っていう予想では俺いたんですけど、アップでのことを考えたら結局は俺もベノムを選ぶんじゃないかなと思います。ということで今回はみんなが選ぶアスファルトレジェンズナイト最強ランキングトップ3ということで、昨年末に実施したアンケート結果をもとに視聴者の皆さんが選んだ最強者をランキング形式で発表しました。この予想では本編でも言ったようにレベル16が1位だったんですけど、まさかのね、ベノム F5 だったということで、皆さんの予想は当たったでしょうか。今回は残念ながらランク外となってしまった車もありましたが、投票してくれた視聴者の皆さん本当にありがとうございました。この企画が人気だったらまた時期を見てやりたいなって思いますので、面白かったよって方はぜひグッドボタンを押してもらえると励みになります。次回はマルチで使える C クラス対決ということで、タリアとサルテどっちが強いのかを検証していきたいと思いますので、チャンネル登録がまだの方は見逃さないようにチャンネル登録とプレス設定してお待ちください。そんじゃ、バイバイ。